最初意味不明。強いやつに会いに行く。わかるように説明しろ。ストリートファイター2交流。はい、どうもヨガファイヤーを食らった J ゆきです。今日はですね、ストリートファイター2の交流について話していこうかなと思います。これは一応レインボーっていう海賊版のアッシュになります。で、交流って何なのっていう話なんですけど、90年代でアジア系の業者が作ったストリートファイター2の海賊版なんですよ。で、レインボーっていう海賊版が有名なんですけど、交流はそのアッシュみたいな感じですね。名前の由来はタイトル画面に交流ってデカデカと書いてあるからそう呼ばれています。まあ、わかりやすいですよね。なんでこんなものが生まれちゃったの？当時ってストリートファイター2がめちゃくちゃ流行ってたじゃないですか。で、アジア系の業者がこれコピーして改造したら儲かるんじゃねって思ったわけですよ。まあ完全にアウトなんですけど、カプコンも対策が甘かったんですよね。ちなみに当時のカプコンの社長は海賊版は気にしていなくて、海賊版を遊んでいる子たちもきっと将来正規のゲームで遊んでくれると予想していたんですよ。だから結果的にカプコンの利益になると言われていたんですね。とはいえそのままにしておくと海賊版で溢れ返るので、カプコンも最初は困って海賊版を置いてるゲーセンには今後一切商品を卸さないって脅しをかけたんですよ。でも結局デパートの屋上とか駄菓子屋とかそういうところには残り続けちゃったんですよね。オイラはゲームセンターのミカドでレインボーを知りました。じゃあ正規品と何が違うの？ここからが本題です。交流と通常のスト2の違いについて説明していきます。これがですね、もうめちゃくちゃなんですよ。まずオープニング映像でストリートファイターのロゴが赤色に変わっていますね。そして次のタイトルのロゴも交流専用のカラーに変更されています。レインボーや通常版と比較するとこんな感じ。やっぱりレインボーが一番派手なのだ。さあ次は対戦画面を見てみましょう。まず対戦で開始時にキャラクターがなぜか浮くんです。対戦始まる前に 1P と 2P が勝手に浮上していくんですよ。意味わからないですよね。始まると地面に着地します。浮くのは開始時のキャラクターだけではありません。これは竜のエンディングの映像です。左側の細長い木がどんどん浮いてずれていきます。こんなところにまで影響あるんだね。そしてバイソンのステージでは右の青い衣装の女性がどんどん空中に浮いていきます。オレンジの女性は空中浮遊しないんだね。理由はわからないんですけど、ピシってる箇所がたまたま影響しているのかもしれないです。ステージもいろいろなところで影響を受けているからね。タイルのステージでも起きます。木箱を破壊するとなんと木箱が起きます。あとは一部のステージだけ背景が高速で再生されます。ブランカのステージ、ボーナスステージ、竜のステージで背景が高速で動きますね。そしてレインボーでも猛威を振るった凶悪な技が使えます。スタートボタンを押すとキャラチェンジできるんですよ。どういうこと？しかも対戦中に全キャラクターにチェンジ可能です。同キャラクターを選んだ時でも必ず 1P カラーになるようです。ただしこの切り替えで残念なキャラクターがいます。バルログに変えても爪がないんですよ。バルログの本体といえば爪なのに、爪がないバルログとかもバルログじゃないです。なので切り替える時はバルログ以外を選んだ方が無難ですね。このスト2で爪なしバルログでは勝てない。実は竜の 2P カラーだけ特殊な色に変更されています。交流をイメージした赤色になっていますね。目が充血していて怖いっす。チュンリーのステージだけ自転車に乗っている人物も色が変わっちゃってるんですよね。そしてキャラチェンジの技よりヤバい仕様があります。きっとキャンセルができるんですよ。攻撃がヒットした直後にキャンセルして必殺技発動できちゃうんです。こんな感じで悪いコンボができちゃいますね。このぶっ壊れシステムがなかなかやばくて、カード中だけじゃなくて技を食らってる最中でも技が出せるので何でもありの格ゲーになってます。ちなみにレガはヘッドプレスを連続で使用することができるので一生空中に置くことができたりします。相手の体力削って時間切れまで逃げ切ることも可能です。さすがラスボスなのだ。卑怯すぎるのだ。もう格闘ゲームの概念が崩壊してますよね。これだけで十分やばいと思うじゃないですか。安心してください。もっとやばいのがあります。レインボーから追加されている禁断の技を紹介します。相手の近くにワープできるんですよ。確定で出すのが難しいですが、ニュートラル状態で待った後に大パンと大 K を同時押しすると相手のいる座標に瞬間移動できます。
これ発動するの結構難しいんですよね。でも CPU はお構いなしに普通にワープ使ってくるんで恐ろしいゲームです。あとは空中で地上技を出せます。これまでの仕様からしたら大したことないんですけどね。空中で技出せることで凶悪なキャラが出てきそうなのだ。力だけでは勝負には勝てねえぜ。そして地味な発見なのですが、左右に移動する際斜め下を押していると滑ります。スケート場かよってレベルで滑ります。移動しながら攻撃もできるんですよ。ということは間違えるが左右に滑りながら近づいてくるのを想像したら怖いのだ。確かにこのテクニック応用すればガイルさん最強っすね。ちなみにソニックブームとかのため技はレインボー仕様になってるのでためなしで即打てます。ガイル恵まれすぎててくさ。どうした坊や、もうおしまいか。このゲーム勝利時に任意のボタンを押すと自キャラか相手キャラが動くんですよ。ステージ上のモブもそれにつられて高速で動きます。意味がまるでわからんですね。次に面白い新技をざっくり見ていこうと思います。 U の弱パンの波動拳はめっちゃ遅いです。ノロノロ進みます。起きせ目に使えるし連続で出すことも可能ですね。そして中パンの波動拳はホーミングミサイルのように相手を追跡します。地上で出すとまっすぐなので分かりづらいですよね。空中で出すとこんな感じです。強パンの波動拳は斜め上に高速で出します。使い道は対空か接近戦でしか使い道がないのであんまり使わないかもです。強キックの竜巻旋風脚は高速で移動します。ぶっちゃけ回避用にはかなり使えますね。空中で出せば相手の理不尽な波動拳をかわすことも可能です。そしてレインボーの象徴とも言われた8発同時に波動拳を出す昇竜拳です。着パンの昇竜拳で細めの波動拳を出せるので基本は着昇竜拳を出せばいいと思います。着昇強の昇竜拳を比較してみます。着昇竜拳はゆっくり8発の波動拳を出す。中昇竜拳はホーミング波動拳で相手を追跡します。強昇竜拳は斜め上に高速で放つ波動拳一発、微妙っすね。たまに波動昇竜拳でファイヤー波動拳が出ることがあります。レトロゲームあるあるなんですけど、表示できる波動拳には限界があるんですよ。この波動拳8発出している間にもう一度昇竜拳で波動拳8発を出すなんてことはできないんです。表示上の限界が来ると波動拳が出ません。つまりいかに相手より早く波動昇竜拳を出せるかがこのゲームの勝敗を決めます。ワープで避けるという手段もあるんですけど実際発動が難しい。このチート技持ってて竜巻旋風脚で逃げることもできてワープもできるんだから使いこなせば竜は強そうですね。ちなみに剣も U と同様に波動昇竜拳できますね。性能は大体同じ。サガットのタイガーアッパーカットが大変なことになってますね。この通称タイガーフレームはタイガーアッパーカットにヨガフレームを組み合わせたギャグ技になります。この炎はどこから出してるんだよ。見た目がやばいっすね。多分放棄して引火させているのだ。威力は極端に強く設定されているので普通に強キャラです。この組み合わせは予想できなかったのだ。もはや何でもありだね。まだまだこんなもんじゃないですよ。他のレインボーの足はもっとすごいことになっているので次回紹介しますね。まだ上があるのか。カイルのソニックブームも弱で遅めに出すことも可能です。中ソニックブームでホーミングになるし滑りながら間違えるできるので個人的にこのゲームで操作してて一番楽しかったキャラかもです。倒してみろ俺を。なんだと。あとはそこまでびっくりするような技持ってるキャラいないんですけどダルシムのヨガファイヤーが恐ろしい技になっています。着パンのヨガファイヤーを出すとファイヤーが透明なんですよ。しかもの呪い移動しているっぽくていつこちらまでとどくのかよくわからないんですよ。見えない技ほど恐ろしいものもないですね。中パンや強パンのヨガファイヤーは通常通り見えるようになってるのでこの消えるヨガファイヤーだけ気をつければ大丈夫です。次はバルノブくんです。バルノブくんはどこでも登ることができるようです。倒してみろ俺を。どういうこと？多分バグだね。無敵のバルノブ様になってしまいました。このゲームでたまに安定したままになるバグがあります。原因がわからないですが次のラウンド時は治ります。
軽く1日触っただけなのですが、ツッコミどころ満載のゲームでしたね。キャラごとに面白そうな部分がまだあるので、また別の機会にキャラごとに遊んでみようかなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。レインボーの足はまだたくさんあるので、動画にしていく予定です。カオスなストリートファイター2を期待していてください。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。バイバイ。